今回はスーパー決算を2024年5月1日に出した中古車を購入するための EC プラットフォームのティッカーシンボル CVNA を紹介するよ。直近のパフォーマンス、これは決算後の上昇分は含まないよ。1年でプラス 1156%、半年でプラス 216%、四半期でプラス 102% という驚異のパフォーマンスだよ。一度業績を悪くしてターンアラウンドの復活劇だよ。時価総額は 9.6 ビリオンダラーの規模。5月1日のアフターマーケットではプラス 32% となっているよ。CVNA の事業を見てみよう。左上が販売数。真ん中が売上だよ。2022年までは増加していたけど、2023年に落ち込んだよ。右下がネットインカムだけど、2022年に大幅に落ち込み、大幅な赤字を出したよ。車社会であるアメリカで、車の購入の変わっているよ。86% の人がオンラインリサーチして買うと言っているよ。61% の人がオンラインで車を買おうと思っているよ。52% の人が1台だけテストドライブすると言っているよ。アメリカではオンラインで車を買うことが当たり前になってきているよ。それに対して CVNA はシンプルでシームレスな車の購入体験を作っているよ。33,000台以上の車から選べるよ。パーソナルファイナンシングの機能もあるよ。シンプルで AI で自動化され、便利でデータドリブンに車を売れるよ。レーティングも 4.7。友達に勧めたい割合が 85%。NPS、ネットプロもティングスコアも69と高いよ。いろいろなところから車の在庫をアルゴリズムで購入して提供しているよ。車の数でディーラーと差別化しているよ。車検、再調整、商品化も自前でやっているよ。1台あたりのグロースプラフィット、GPU は2022年にかなり落ち込んだけど、2023年にはまた上昇してきているよ。$5,511ドルは覚えておいてね。グロースプラフィットの長期的なターゲットは15から 19% で成長していく目標だよ。それを踏まえて今回の決算はこちら。売上高は予想 2.67 ビリオンダラーに対して 3.061 ビリオンダラー。前年比売上高成長率は 17% だったよ。EPS は予想$0.74 ドルの赤字に対して$0.23 ドルの黒字だよ。CVNA の EPS が黒字だったのは、ここ数年では2021年6月と2023年9月しかないよ。おそらく去年の9月は特殊要因なので、本当にすごい数値だね。特にオペレーティングインカムは過去最高を更新したんじゃないかな。かなりのサプライズな数字だね。先ほど出てきた GPU は$6,432 ドルで、2023年の$5,511 ドルより高い数字になってきているね。決算カンファレンスコールの抜粋はこちら。競争力において、これまでのどの時点よりも有利な立場だよ。競合はここ数年でこれほど複雑なビジネスを構築し、強力なユニットエコノミクスを達成して規模を拡大することがいかに難しいかを徹底的に証明してきたよ。顧客が愛するエクスペリエンスを顧客に提供しているよ。高度に差別化されており、再現するのは困難だよ。競合もいっぱいあるけど、これが CVNA の強みということだね。2022年から23年にかけての過去2年間、在庫を減らし、マーケティング資金を削減し、利益を出し、収益性を重視していたので、ポジティブなフィードバックは間違った方向に向かっていたよ。多くのチームが顧客エクスペリエンスと効率の向上に重点を置き、過去数年間繰り返し小さな改善を繰り返してきた多大な努力の結果が出ているよ。
2022年から2023年の反省を生かして正しい方向に修正してきたということだね。CVNA のもう一つのポイントはショート比率が高いことだよ。過去に株価が右肩下がりの時代があるのでショートが多いのかな。4月15日時点のデータだけど、不動株に対するショート比率は 31% でかなり高いよね。ショートレシオ、これはショートを全部カバーするのに平均出来高の何日分必要かの数値だけ 7.15 とかなり高いよね。月足チャートはこちら。2021年8月の376ドルをピークに株価は下り坂で一時 3.55 ドルまでいったよ。株価が100分の1になるとかすごいね。そこからかなり持ち直してきたのが今だよ。週足チャートはこちら。2023年の夏ぐらいから持ち直してアップダウンはあるものの上昇トレンドに入っているね。日足チャートはこちら。前回決算でも 32% 上昇したよ。その後はレンジ相場に入り、レンジの上の方で今回の決算を迎えたよ。2回連続で大幅なギャップアップとなるならば、見直して買う人も結構いるかもね。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。